釈尊が本当の悟りの本気の境界出したっていう感じだと思うんですよね。今まで25歳のふりしとったっていうのがレベル99で完走してると思ったら99,999なんですけどみたいな。戦闘力がボーンってなってるから、戦闘力で言うならね、スカウターで言うならはいってなってるやつですね。っていう衝撃を受けたんじゃないのかなと思うんですよね。釈尊先生フルパワー状態ね。で、ごめんね。小本いうことで前回ね、うん弥勒が釈尊に質問するわけですね。うんなんて質問したかって言ったらどんなんでしたっけ？どういうことこれそうですね。説明して同州将棋ね。はい。私たちは仏の言葉を信じてますけど、だけどもこの後に新しく発信する菩薩たちが仏の滅後に、仏釈尊が亡くなった後にこの教え聞いたら、うんもう信じることもしなくて法をむしろ破ってしまう、うん因縁を作ってしまうかもしれません。うん願わくは彼らのために詳しく解説して私たちのお互いを覗いてくださいっていう、ざわざわざわ。今ざわざわしてるところの問いかけで終わりました。はいさあ踏まえた上でいきましょうよ。はい。ブッダ間の大転換。須田弥勒の質問は大変に率直な問いですね。弟子たちの心の大きな動揺を浮き彫りにしています。池田大聖人はこの疑い第一の疑いなるべし。仏この疑いを晴らさせたまわずば、一代の盛況は法末に同時、一切主情は疑問にかかるべし。仏がこの疑問を晴らされないならば、仏の一生の教えはあぶくと同じであり、一切主情は疑いの網に絡まってしまうであろうと述べられている。いわば一切主情の成仏がかかった根本的な疑問です。須田その驚きの内容ですが、まず自由の菩薩という弥勒菩薩ですら見たことも聞いたこともない無量無辺の菩薩たちが呪術本で突如として大地の底から踊り出たということです。遠藤自由の菩薩は一般に6万豪華者の菩薩と言われますが、それにとどまりませんね。眷属らを含めればまさに無量無辺にして三種比喩も知ることあたわざるところなりです。計算とか比喩とかできませんよねとかいう話です、無料無辺すぎて。なるほど。人間の思議をはるかに超えています。斎藤しかもその姿はあろうことが師である釈尊よりも立派です。にもかかわらず釈尊に挨拶する彼らの態度は実に謙虚でうやうやしい。師への尊敬の心に満ち満ちている。遠藤その点釈家の菩薩たちは師匠に対してまだまだ尊敬の心が足りなかったのかもしれません。慣れ慣れしいと言っては言い過ぎでしょうが。池田弥勒は釈尊の過去世の修行も知っている。また法華経釈門で明かされた万人が成仏できるという道理も熟知している大賢者です。その弥勒が自分のそれまで信じていたことを根底から打ち破られた。これほどの無料の大菩薩に礼拝されている釈尊とは何者なのか。自由という不思議なる久遠の弟子の姿を目の当たりにしたことによって師匠の真実は何か、師の本当の境外は何かという問いにつながっていった。自由の出現が人々にブッダ間の大転換を迫ったのです。斎藤自分たちの考えていた世尊ではなかった。もっともっと偉大な仏様かもしれない。自分たちは死の本当の偉大さを知っていたのだろうかと。池田そう水言に不見近しといえども見ざらしむです。少なくとも弥勒はそのことに気づいた。それはやがて偉大なる釈尊の弟子である自己自身への問いにつながっていったはずです。この偉大なる世尊と共に生きる自分とは何なのかと、人間が自らの根源に備わる栄光へと誘われていく。それが後期密本門の展開なのです。無量無数の自由の菩薩を呼び出すという壮大な説法によって万人を偉大なる自己へと導いていくのが呪術本なのです。いうことでね、水合人風見って言ってますよね。ありますね。それはこういう意味だったんです。しかしといえども分かってなかったっていうような弟子の感覚ですね、釈尊のこと。なるほどね。東大元暮らしか。そういう意味なんだなと思って、題目していけばいいんじゃないですか。はい。須田弟子が陸賊と立ち上がった。あまりにも立派な姿であった。弟子がこれほどすごいのか。それならば師匠とはどれほどすごい方かと。これこそ真の師弟の関係だと思います。
遠藤、次元は違うかもしれませんが、こんな話をある関西の方に教えていただきました。池田先生が関西で指揮を取られて、皆本当に感動した。その池田先生が戸田先生のこととなると真剣を抜くというか、粛然たる思いがするほど徹底して使える態度であられた。戸田先生とはどれほどすごい人なのかと思ったというのです。まあそこですよね。デジャブやん。まあ、自分が成長することでその池田先生っていう人がどんだけすごい人なのかっていうふうに想像させるぐらいには成長したいなって話ですよね。そうですね。斎藤、本門への転換そのものが弟子の総立ちによって扉を開かれたわけです。釈門の流れを思い返してみますと、方便本の諸法実相の説法で一切市場に仏性があることが明かされました。それを聞いた弟子たちは近畿弱訳して仏の境外を目指して菩薩の行動を決意します。世尊の心がよくわかりましたと。ところが本門に入って弟子たちが滅後の愚教を誓うと真っ向から拒否されてしまう。今までの教えを釈尊自らが全部ひっくり返したようなものです。闇ね善男子ってやつね。自分たちがこの末法に誤教します、仏の滅後に愚教しますって宣言したにもかかわらず、宣言の言葉聞いたらやめなさいと、君たちっていうようなことを言われたところから本門が始まる、まあ衝撃ですよね。完全に出花くじかれたパターンね。あそこですよはい。遠藤、せっかく言われた通りに決意したのにと思いかねないですね。そうです。池田、本門に入ってそれまでの教えを根底から覆してしまうのだね。釈門で諸法実相や二乗差仏、女人成仏、悪人成仏と次々に重要な法門が語られてきた。そして知恵第一のシャリホツといったいわば釈尊の最高の弟子たちがやっとそれらの法門を凌駕して受記を許されてきた。ところが一瞬のうちに無意味と化してしまう。なぜならばそうした法門の前提となっている土台そのものが崩れてしまうからです。斎藤、開目章に本門に至りて至上昇格を破れば司教の科を破る、司教の科を破れば司教の院破れぬとありますが、釈尊が至上昇格の仏という前提で説いてきた。それまでの成仏の因果を自ら否定したということですね。池田、そうです。至上昇格という仏果を否定したということは、それを目指しての仏印も同時に否定したことになる。今まで自分たちの信じていた成仏の因果が否定されてしまった。まさにコペルニクス的展開です。遠藤、コペルニクスといえば天文学における天動説から地動説への転換の時も人々の同州将棋は大変でした。かつて先生がスピーチでジョルダーノ・ブルーノ、中世イタリアの思想家の最後を紹介してくださいました。彼はコペルニクスの太陽中心説を取り入れ、宇宙の無限性を原理とする新しい世界観を打ち立てようとしました。それは地球が宇宙の中心であり、大地が動くはずはないと思い込んでいた当時の人々の常識をひっくり返すものでした。須田、伝統的な世界観というものがどれほど人々の意識を縛っていたか計り知れませんね。地動説について、たとえこの説が真理であろうと私は信じたくないという人も当時いたそうです。池田、それが多くの人の偽らざる心情だったでしょう。それを受け入れられない自分が無知と言われるなら無知のままでいいとまで人々は思った。今まで自分が信じよりどころとしていた常識が覆されるというのは大変な苦痛です。簡単には受け入れられるものではない。本門で説かれる法門はそれ以上に衝撃的であった。なんといっても本門で初めて仏の三世成就が明かされたのです。ここに釈尊のそれまでの教えを根本から覆す劇的転換がある。ブッダ間の革命なのです。ブッダ間の革命。もういわゆる日本人が思っているブッダっていうもののブッダ間の革命でもあるわけですよね。この我々のやってる共学運動っていうのは、そういう意味もあるし、ここにあるように、たとえこの説が真理であろうと私は信じたくない。
それを受け入れられない自分が無知と言われるなら無知のままでいい、まあ、それぐらい衝撃苦痛、的。苦痛なんですよ。苦痛なの。こういう前提を知っておくべきですよね。同種将棋、真実を言うってのは苦痛を伴う。確かにショック受けるよね、そりゃね。当たり前と思っていた価値観だとか習慣だとかが全部覆される。今まで通りいたいって思う人からすると、うんそれが真実だとしても、まあ俺は信じないよっていう人たちもいる。うっそぴょーんって言われてね、はってなるよね。まあ衝撃的なショーですな。今までのは何やったんやと。ブッダ先生。そして今こういう質問が出てきてるっていうのはまだついてきてるってことやん、弟子たちが。まだね。そうだけど質問すら出てこなかったわけですよ、その釈問がなかったら。もうまあそうでしょうね。もう、頭のおかしい人みたいな感じでついていけないみたいな感じで、だからこの質問を出させるための今までの方便だったんだっていうことなんですよね。慎重に慎重に教えていったってことですよ。でその質問が出たことに喜んでるわけですよ、釈尊は。ようやくこの質問が自然と出てくるぐらいには成長したんだなってことですよ。受け入れる土台が整ったってことだから、っていうことでございますし、ドッキリ大成功じゃん。そうですよある意味はそうだね。ある意味ドッキリ大成功じゃん。やるなよブッダさん。ナイスプロデュース。てっててーってその緊張感のなさはさすがにここからは読み取れんけどいやいやまあでもそんな感じか。いやいや感じでないそんな感じじゃないかだけどでもまあ、ドッキリまあドッキリというか、弟子を悟らせるための土台作りだったんですよっていう、でもそう思わせてもこっちにというか悟りを完成させるための確信があったからやったってことですよね、がこの先に説かれてる。そうただ、弟子たちにやめな君たちには無理だみたいな感じの言い方じゃないもんね。そういう話じゃなくて、こうやって自由の菩薩とか出現っていう映像というか、現象を、見せるというかいうことで、疑問を抱かせて興味を沸かせた上で法を解くことで、それでようやく三世の生命っていう意味が君たちにも分かるようになるんだよっていうことで悟れるようになるんだよっていうことだから、結局悟らせるための方便とも言えるけども、まあ深いですね。深いですね。その現地の弟子たちをも励ます方便とも言えるけども、方便でありながらまだこれが真実というところで、まだまだ to be continued。 真実を言うための、まあ僕の捉え方ですけど、釈尊が本当の悟りの本気の境外出したっていう感じだと思うんですよね。それで圧倒されたっていう感じだと思う。それが古神の自由の菩薩なんだよこれは、結局今現象の話してるけど、なんか映画みたいな話してるけど、結局捉えるところは古神の話なので、自由の菩薩っていうのが引き上がってくるとか言ってね、前も話したかもしれんけど、それをもうゴンと三世の生命、もう悟りの境地、オーラ、貫禄、もう全てをゴンという本領発揮。今まで25歳のふりしとったっていうのを 100回でゴーンっていう感じのっていう、これが永遠の生命ってことなんだよっていう衝撃を受けたんじゃないのかなと思うんですよね。なるほど。レベル99がで完走してると思ったら、あれ99,999なんですけどみたいな、次元だよ。なんか桁おかしいんですけど師匠みたいな、ボーンって戦闘力がボーンってなってるから、戦闘力で言うならね、スカウターで言うならはいってなってるよね。でそれを説明していくって感じと、俺は捉えましたけどね。これを物語として捉えれば今の話だけど、本気の曲がボンって出した感じがするな。面白釈尊先生フルパワー状態ね。そう、これまた池田先生の話でも言えると思いますよ。いわば庶民っていうか関わるときはこう、優しそうな優しいおじいちゃんぐらいの感じで思ってる人もおるかもしれんけど、本気の池田先生の生命のボーンっていうのを体感
した人がやっぱいるだろうから、なんつうの、だからこんだけついていく人がいたというか、そうよね。存在してるだけでものすごいこうバーンって感じるからっていうのもあったんでしょうけど、いますよね、そういう裏表があるっていうとちょっと語弊があるんですけど、合わせるというかね、合わせるっていうかその場に合わせる人が上手い人っていうか、 TPO が上手い人ね。でそういう環境、本気にならないといけない環境になると力出す人ってうんいるでしょ、そうですよね。ああいう意味で大谷翔平とかもそうですけどね。好きね好きね先生。ワールドシリーズの一番大事な試合とかになって今までに出てこないような力出すような人っていうか、うん勝たなくていい試合にはあんま力発揮できないというか、手抜いてるわけじゃないけど、あんま力が出ないみたいな、なんかそういう感覚、感じめちゃめちゃ世俗的になら、まあね、ここぞという時に力をちゃんと出し切れる人っていうかね、そういう人になりたい。いやかっこいいよねやっぱ。うんチャンスで打てる人間になりたい、俺は。山本君もそうだと思うけど、そりゃそうだ、ヒーローですやん。絶対に打たないといけない時に打てる、それがヒーロー、そしてブディで学会員であろうよ。うんはい、チャンスで打てるよ人間になろう。そうっすね。はい、お疲れ。おつもと